ただいま。お兄ちゃん、おかえりなさい。ただいま。疲れた。お兄ちゃん、今日はいつもよりお疲れですね。今日はバイトで色々あったんだ。お疲れ様です、お兄ちゃん。あ、楓の方は特に何もなかったか？はい、今日もお家は平和でした。ところで、お兄ちゃん、今日の楓はいつもより妹っぽいですか？そうだな。いつも通りだな。いきなりどうしたんだ？楓、何か変わっていませんか？いつも通りだぞ。そうですか。疲れた。もうここから動きたくない。お兄ちゃんがソファーに根を下ろしてしまいました。まるで大きな木です。この木何の木です？しばらく根っこから栄養取らないといけないから、晩ご飯はもう少し後でいいか？はい、楓のお腹はペコペコですが、お兄ちゃんの回復をじっと待っているので大丈夫です。なんたってお兄ちゃんの妹ですから。今日はやけに妹を強調するな。ナスノとハヤテもおかえりって言ってます。あ、ナスノとハヤテもただいま。今日も楓と一緒に遊んでたのか？今日の楓は遊んでいませんよ、お兄ちゃん。そうなのか？じゃあ何してたんだ？今日の楓はいつものお勉強の後、ナスノとハヤテにも参加してもらって緊急妹会議を開いていたのです。なんだそりゃ。妹道を極めるために必要なとっても重要な会議です。よし、聞こうか。最近楓は妹としてピンチなんです。楓は翔子ちゃんを見ていて気づいてしまったんです。楓は早急に妹道を極めないといけないということに。どうしてそうなるんだ？まあ楓がそうしたいならそうすればいいと思うが。はい、楓は妹としてもう一歩羽ばたきたいと思います。それで会議の結論は出たのか？はい、バッチリです。どんな結論になったんだ？パンダ最強です。パンダか。パンダです。パンダは宇宙で一番妹道を極めているんです。やけに規模がでかいな。あと妹とパンダに何の関係があるのかがわからん。一ちょんわからん。わかりました。では楓がお兄ちゃんにパンダが最強な理由を教えてあげますね。よろしく頼む。今日もまたお兄ちゃんを起こすのをナスノに先を越されてしまった楓は悩んでいました。楓には妹力が足りないのではないかと。そこで楓はあることを思いつきました。あること？それはお兄ちゃんの一日の行動を振り返るということです。僕の？はい、お兄ちゃんの行動を知ればどのタイミングで楓の妹力が発揮できるのかわかると思ったんです。パンダとは全然関係ないところから始まったな。まずは朝からスタートです。朝はお兄ちゃんが寝ています。寝てるな。ここは楓が妹力を発揮するチャンスです。ナスノに先を越されるわけにはいきません。別に起こしてもらわなくても勝手に起きるんだけどな。寝ているお兄ちゃんを妹らしく楓が真っ先に起こすにはどうしたらいいか一生懸命考えて楓はひらめきました。お兄ちゃんはそれが何だと思いますか？目覚まし時計を早めにセットするとかか？違います。お兄ちゃんと一緒に寝るのが一番です。それはやめてくれ。必勝の策なんです。それはフライングに近い行為だと思うぞ。でもお兄ちゃんをすぐに起こせます。そうだな。じゃあ僕と寝るんじゃなくてナスノとハヤテと一緒に寝たらどうだ？お兄ちゃんは天才です。そうすれば先を越されませんね。頑張れよ。はい、次に朝起きた後、お兄ちゃんは朝ごはんを食べて学校に行きます。お兄ちゃんが出かける時のお見送りも妹の重要な役目です。これは毎日ちゃんとできています。確かにあまり気にしてなかったが、妹っぽさが伝わっていませんでした。悲しいです。いつもありがとな。はい、お兄ちゃんが学校やバイトに行っているお昼という方は何をしているかわかりませんから省略です。まあ僕は普通に勉強したり働いてるくらいだな。夜はついにお兄ちゃんが帰ってきます。ここではお兄ちゃんの疲れを癒すのが妹の役目だと思ったんです。なので今日はいつもより妹らしくお迎えしました。なるほど。
それで帰ってきた時妹っぽいって聞いてきたのか。今日は元気よくお迎えしましたが、日によっていろんなお出迎えパターンを考えています。別に普通でいいぞ。帰ってきたお兄ちゃんは晩ご飯を作ってくれて、その後お風呂に入ります。まあいつもそうしているかもな。お風呂ではお背中を流すということを聞いたことがあります。それは大丈夫だ。いい案だと思ったのに残念です。しかし楓、全然パンダが出てこないぞ。パンダはこれからです。ようやくか。お兄ちゃんの生活を振り返ったら、楓は妹として基本的なことをそこそこできていました。そうか、ならよかったじゃないか。いえ、だからこそもっと妹道を極めないとダメだと思ったんです。なかなか難しいな。はい、そこで別の方向から考えることにしたんです。それは妹とはどうあるべきかです。なんだか哲学的なテーマだな。重要な話し合いだったので、ナスノと颯を呼んで緊急妹会議を開催したんです。ちょっと待て、まだ妹会議に入ってなかったのか？妹会議はここからです。随分と長い前段だったな。早速楓はこの前テレビで見たお兄ちゃんから好かれている妹を参考に、妹に必要な要素を調べていきました。テレビから悪影響を受けている気がする。それで何か分かったのか？まずは妹は年下ということです。楓はその条件を満たしています。そりゃ妹だからな。年上の妹っての、いやでも舞さんがお兄ちゃんって呼んでくれるのはかなりいいな。これ以上楓のライバルを増やさないでください、お兄ちゃん。例えばの話だって。それで他にはどんな要素があったんだ？他にはお兄ちゃんとの仲の良さも重要でした。これも大丈夫ですよね？楓がそう思ってくれるならな。妹は同じお布団で寝たり一緒にお風呂に入ったりもしますからね。普通の妹はしてないと思うぞ。それにそれはダメだって言ったろ。次は何があったんだ？次はどんなお兄ちゃんでも受け入れることです。たとえお兄ちゃんがいろんな女の人をいっぱい連れてきても楓はもう驚きません。誤解を招く言い方はよそうな。そして一番大事な要素を楓は見つけました。なんだ？可愛いことです。重要な要素だと思うがざっくりしているな。はい、なので可愛いとは何なのかも考えました。どんどん哲学的になっていくな。でも楓はその答えも見つけました。それはすごいな。何だったんだ？それはおっとりと癒し系です。そして楓はその要素を全て満たす人気者を知っていました。それってまさか。はい、それがパンダです。おお、ようやく話がつながったな。パンダはモフモフで可愛いです。動きがゆっくりであったりしてます。そして見ているだけでとっても癒されます。まあ確かにそれがパンダが人気な理由かもな。つまりパンダは妹の要素を兼ね備えているんです。人間じゃなくなっちゃったけどな。パンダ最強です。そうだな、パンダ最強だな。なのでこれからはパンダのような愛される妹を目指しますね。いろいろ考えた結果のようだし、ま、ほどほどに頑張れよ。楓はこれでまた妹道を極めるのに一歩近づきました。そうか、これからも妹としてよろしくな。